つまみチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは、なつです。今日は丸つまみなんですけど、ちょっと小さめの丸つまみで小花をたくさん作ってみようと思います。で、この小花はですね、この作り方をきちんとできるようになると、実はサガリを作る時のつまみがきれいに作れるっていう作り方です。そんなに難しくはないんですけれど、注意点さえしっかり守っていけば、誰でもきれいに作れるようになると思うので、よかったらぜひ一緒に作ってみてください。で、ここに用意したのは2センチの正方形です。まずはいつもと同じように、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、ついてるかどうかわかんないくらい、わかるかな？こんなちょっとだよ。本当に先端ちょっとだけ。わかる？ここちょっとだけ。ほんのちょっと。もうね、ついてるかどうかなんてわかんないっていうくらいでいいです。でも、キュッて、これを押さえる。ね。たったこれだけなの。これだけでもうついてるから。これで、しっかり丸つまみを作ります。ここのね、頂点しっかり持って、こうやって丸つまみを作っていきます。で、ここまでは前回の丸つまみと一緒ね。で、内側に少し折りたたんで、で、ここでこういう状態で、なんか形が変だなって思ったんだったら、内側に折り返せばいいだけ。で、この一番端っこ、ここを持つんだよ。持って手を離して形を整えてあげる。ね。そしたら、ここを持って上下の高さをしっかり持って、ここの面を揃えてあげる。そこはね、揃わない場合もありますから、そこを揃えるんじゃなくて、この表面をきれいに合わせてあげる。ね。ここ。わかるかな？真ん中が飛び出たり、こっちとこっちが違う高さになったりしないように整えてあげる。ギュッてするんじゃなくて、ここにちょっと合わせてあげるような感じ。ここに合わせてあげるような、そんな感じです。で、しっかり押さえたら、底の部分を直線にする。ここをボンドつけて、余計な糸は爪楊枝で巻き取っちゃってください。で、ちょっとボンドが半透明になったくらいに布巾に水気を含ませておいた布巾でちょっと手を触ったら、こうやってここね、跳ねるようだったらピンセットで下にちょっと押さえてあげて、ギュッ。止まりましたか？下。で、ここふんわりさせてあげる。そうすると、ここがね、わかるかな？まっすぐになるんですよ。ここ。見えるここまっすぐになるの。立つでしょ？一直線なのに立つんですよ。まあ、下にボードついてるからっていうのもあるんだけど、このまんま乾かしてあげると、下がりができたとき、細い糸に、ここがね、きちんと直線でつくの。ここ。一本の直線できちんと接着することができている。ここをギュッてきっちりつければ、ここ細い線になるので、その状態で、ここにボンドをつけて、下がりの時にね、つけてあげると、綺麗に下がりのつまみを作ることができます。なので今日はこの作り方をちょっと練習してみて、これは、下がりでも使えるし、ちっちゃいお花でも使える練習のつまみです。で、練習だけだともったいないので、今日はこれを使って小花を作っていきたいと思います。で、まあ、ここね、つけてもつけなくてもいいよ。慣れた方はここ本当に、ちょっとね、最初のうちはちっちゃいとどうしても生地ずれちゃったりしやすいので、つけて作るのがおすすめなんですけど、めんどくさくて慣れてしまったら、もうつけなくてもできるよっていうんだったらそんなに必要はないです。で、作っていくでしょ？こうやってね。
整えて、裏しっかりね。ここも跳ねないように先端も整えてあげる。きれいに底直線にしてあげる。そしたらここをね少し開いてふんわり丸くしてあげる。ここもねふんわりこっちから見てふわっと丸い幅広の形のつまみを作ります。今日はこのふんわり丸いつまみをいっぱい作っていきます。もう一回作るか。本当はね白いので作りたいんだけど、白だと見えるかな、見づらいよね。下白だもんね色変えてから撮影しようと思ってて忘れてたんですよすぐね忘れちゃうのキュッ。こんな感じでギュッ。掴んだらもうついてるからね。そしたらひっくり返してここをちょっとここでねついてなくて割れちゃうとうまくいかないんです、今日のお花は。なのでしっかりつけてあげてください。はい、この丸つまみをたくさん作っていきました。はい、いつの間にかこんなに作ってますって作り置きです。で、もう一種類作ってたの忘れてた。この紫さんはこうやってこうやってこうやって丸つまみを作ります。そしてそこを止める。ここまでは一緒ね。ここまでは一緒。丸つまみにしたらここ力いっぱい押さえてちょっとだけ押しながらギュッて引っ張るんじゃなくて押しながらピンセットだけを抜いていく。引っ張って抜くんじゃないよ。押して離してから抜いてください。そうするとあらくっついちゃったこういう跡がついたこういうつまみができます。紫のつまみはねこうやって作ったつまみです。これを今日はたくさん作りました。でこれで何をするかと言いますと、今日はねワイヤー、これに白小花のどっちにつけるかな、ワイヤーにつけるか。ワイヤーにボンドをつけてこれをくっつけます。なんかゴミついてる。信じられない。くっつくまで押さえてる。こんな感じ。見えるかな。ついた？こんな風にワイヤーにつけます。ここがまっすぐついてることを確認してね。これがね結構固まるのに時間かかるかな。ここ曲がっちゃったりこれがこういう風につかないでこうなっちゃうとダメなので、ここまっすぐつけることが必要です。だから最初の1個目だけはだんだんねボンドが滑ってきたりして落ちてしまう可能性もあるので、しっかりまっすぐつくようにつけてあげてください。1個目だけはね。ちょっとこのまま固まるまで待ちます。はい、では1個目がしっかりつきました。そしたら次2個目をつけていきます。2個目は
隣同士でもいいし、対角につけるとね、バランス崩れやすいので、私は隣同士がいいんですけど、自由につけてください。つけて、ここの表面の高さを合わせます。表面の高さを合わせて、2個目を貼る。あれ？ピンボケちゃった。見える？こんな感じ。2個目を貼ります。去年、この方法でね、桜を作ったんですけど、今回はね、4弁の花を作りたいんです。なので、隙間が開かないようにだけしっかりこうやってつけてあげてください。で、上だけね、ここ。あんまりね、柔らかい時はダメだよ。でも上だけこうやって、ちょっとキュッて。そうすると、ここの隙間が抑えられます。こんな感じ。2個ね。それがついたら、次。反対側。高さと、ここの高さと、ここね、合わせて貼ります。ボンドつけてね、すぐね、つけなきゃって焦る必要はないです。ボンドには効果時間っていうものがあるので、落っことして拾って何回やっても焦る必要はないので大丈夫です。ゆっくりつけてあげて大丈夫です。はい。3つ目つきました。見えるかな？ 3 つ目ね、ついたよ。はい。そしたら最後の1個。去年はこれで5弁の桜を作ったんですけど、今年は4つの白いお花。別に何っていう花ではないんだけどいっぱい作りたいと思います。4弁でも5弁でも何個でもいいよ。つけて。これを今年はたくさん作ります。真ん中にビーズ乗せてもいいし、このまんまでもいいし、そして全体のバランスを整えながらしっかりピンセットで中心部を詰めてつけていってあげてください。ボンドが柔らかいうちにしっかりつけてあげるのがコツ。で、こっちをつけてる間に下もね、ここをしっかりこう押さえていってあげて、こうやって。はい、こういうお花ができました。これをたくさん作ります。いっぱい作りました。あともうちょっとなので頑張って作ります。ね、道端の花もさ、一生懸命咲いたのに、あら、綺麗だねって声かけてくれるんだったらまだいい。でも、なんかそこに花があるっていうことすら知られないで、虫に食べられて、踏みつけられて、なくなっちゃう。生きるものってそういうものなのかもしれないなって、なんかね、そんなことを考えながら最近お花作ってます。お花ってさ、すごくない？だってね、そんな過酷なところから一歩も揺るがないというか、避けないというか、避けれないというか、その状態で与えられた自分の花の命を咲いていくんだよ。ね。戦火がひどいから、戦争が起きたから、コロナだからどっか違うところへとか、人間なら動物とかだったら動くけど、花ってどんなそこが日陰であろうと、虫がたくさんいようと、そこで咲くんだよね。なんか生きるものの力ってさ、そこで生きることができる力ってあるんだよね。なんかすごいなって思っちゃった。花って尊いよね。そんな花を作らせてもらってます不思議だね、花って。
この作り方、何がいいかっていうと、どんな人が作っても裏が絶対綺麗になるんですよ。つまみ細工を作って裏どうしても綺麗に作れないとか、裏汚くて嫌だっていう人、この作り方でね練習すると裏絶対綺麗になっていきます。作ったお花の裏、見た目もね確かにこの花は綺麗なんだけど、そういうことだけじゃなくて、実はここ後ろちゃんと直線になってないとここつかないんですね。ここにつかないんですねって言ってつかなくなっちゃった。ここにきちんとつけようとすると、裏がまっすぐになってないと中心が合わなくなっちゃうので、綺麗には咲かないんですよ、この花は。なので必然的に裏が綺麗になっていく。ここが綺麗に揃うっていうことは、表面から見たら絶対綺麗なつまみになっていくんですよ。裏揃えるってすごく難しいこと。ね、見えないところを綺麗に作るっていうのは実はすごく大変なことで、裏にみんなしわ寄せを放り込むというかね、表面きれいにするための帳尻合わせを裏に持ってったりするので、裏ってなかなかねきれいじゃなくなったりするんですけれど、裏をきれいにすることによって絶対表面はもっときれいになってるはずなんですよね。でこのお花を作る時って絶対にこういう状態になるから、裏から見たら絶対きれいなんですよ。だけど見えないところのここに入っている中の部分、この中の部分がきれいになっていないときれいなお花にはならないんですね。なのでこのお花を練習すると必然的につまみ細工はきれいに作れるようになっていきます。なので初心者の方は特にね、普通のお花謎の言葉を言っている普通のつまみ細工のお花を作る練習もそうだけど、こういうふうにねそこから合わせていく練習っていうのをしておくと、つまみ自体をねきれいに作ることができるようになりますよ。謎の言葉だね名言、迷う方の名言ね。ここきちんとこうまっすぐ、ここがねきれいにまっすぐなってないとつかないのでね、きれいにします。で例えば細く作りすぎちゃって、まだ早かったかい、君たちまだ早かったかい。細く作りすぎちゃって4つにするにはちょっと、色間違えちゃったね、1個ね。4つにするにはちょっとっていうんであれば5弁にしてあげればいい。5枚ね、全然いいじゃないですか。4枚にしようと5枚にしようと、色間違えてつけちゃおうといいんです、自由で。お花ってそういうもんだから。だって忘れなぐさなんてね、ピンクだったり白だったり青だったり混合色で咲いてたりすごいじゃないですかああいうイメージでいいんですよねこんな感じで作ります。裏がねどうしても気になってっていう時は、裏が綺麗に見える作り方に変えればいいだけだから。難しい方法で裏をきれいにしようとかじゃなくて、確かにそれも大事だよ。だけどできないのに頑張っていく、それで作品にしようっていうくらいだったら、できるところから始めて、まずは技術を養う。そしてできるようになってから自分の思う作品を作ればいいね。なのでまずはこの方法で練習してみて。一石二鳥だからね、綺麗なお花にもなるし、下がりが綺麗に作れるようになるよ。このお花をマスターすれば。そういえば、この間、なんでワイヤー曲がってるのが嫌なんですかって言われたんですけど。ワイヤーってね、絶対まっすぐの方がいいんですよ。ここね、ここなんで曲がってるのが嫌なのって、私ここね曲がるの大嫌いなんです。かんざし作るときここ曲がるのがねすごく嫌いなんですけど、ここ曲がるのってなんか作ってる時に迷ったんだなっていう
なんかそういうね、心の中を見られてるような気がするのね。こっちがいいかな、こっちがいいかなって、なんかそういう調整をしながら作ったみたいなさ、そんな見られ方するんじゃないかと思って、なんかそれがすごく嫌なんですよ。で、私は、かんざしのワイヤーを、ここね、曲げていいのは、使う人とつける人だけだと思ってるの。私は、イメージの髪飾りを作る。で、それは私のイメージなんですね。でも、それを髪につけるとき、よりそのアレンジに合うように枝を曲げたりとかね。あるいはつける本人がね、こういうのがいいって言うんであれば、その方向にそのワイヤーを曲げて花を持っていくみたいな。それをしていいのはその持ち主だけなんですよ。作り手じゃないって私は思っているので、作り手はね、迷いなくそこをまっすぐ表現することってすごく大事だって私は思っていて、なのでね、ワイヤー曲がるのってすごく恥ずかしいことっていうくらい私大嫌いなんです。そんな風に思ってる人いるかな？私だけかな？いやでもワイヤー曲がってたら嫌でしょ？なんかね、自分が買った髪飾りとかのさ、ワイヤーくねくねしてたらなんか使い古した感じがして嫌じゃないですか？うん、私だけかな。私すごいそこってね、なんかすごいこだわり感があるの。そこだけは絶対譲れなくて。作ったもののワイヤーが曲がった時点でその花いらなくなっちゃうんだよね。ダメだね、そういうのって。なんか皆さんどんなこだわりありますか？なんかあるかな？ちょっとなんかそういうこだわりって面白いよね。それぞれみんななんか作ってる時の。あ、落としちゃった。だいぶなんか光がね、春の光になってきちゃったから、今ね、夕方なんですけど、夕方って言わないの3時。お昼過ぎ、3時頃なんですけど、この光がだいぶね、なんか、ありがたい光になってきてね。ありがたい光って何って、眠たい光なんだよね。わかるかな？お昼寝にいい光になってきました、北海道も。いや、北海道この時期さ、このくらいの時期ってさあ雪かきするか、みたいな冬の時期ってそんなんなんですけど、ね、暗くなる前に買い物行かなきゃとか、なんかもうそういう時間の光なんですけど、なんかここ最近春の光になってきたから、いい感じで眠くなる光だよね。今年の冬は本当にすごい雪だった。皆さんのところはどうでしたか？今年の冬。なんかこんな風にいつもと違ったよみたいなのってあるのかな？暑かったっていうことはないのか。暖かいとかね。でも今年は全国的にどこも寒かったんですかね。なかなかね、その地域によってもいろいろだから難しいよね。なんか私にとっては雪が多いのは嫌って思うんですけど、でもスキーする人とかね、ウィンタースポーツ楽しむ人にしてみれば、雪が多いのって大好きなわけじゃないですか。ね、どっちがっていうことではないけど、いい季節だったよって言える環境って、なんかその人その人によって全然違うので、こんなに雪大変なんだよって言ってても楽しそうって思う人もいらっしゃるしね。うん。まあそれぞれね、見方って違うよね。面白いよね、そういうのって。難しいけど。まあ北海道ももうじきね、春になったら花咲いてくるって言っても今3月だから花咲いてくるまであと2ヶ月ぐらいはあるかな。まああっという間ですね、60日なんてね。60日の間に何個できるかな。こういうところの、こういうね、段差。この表面揃ってないところ、これはね、直しといた方がいいですよ。こういうところはしっかり直しておく。見つけたら、まっすぐにしておく。こういう段差の一個一個がね、汚く見えちゃう原因になるので、ここがね、どうしても
緩くなって外れてしまうと、まだちょっと緩いんですけど、この状態でずれてしまうと、せっかくのお花がね、つけづらくなっちゃうだけじゃなくって、斜めになってしまうのでね、斜めにならない方がいいです。ね。あ、落ちた。中心をね、しっかり寄せる。こんな風にギュッて。これが結構大事。みんななんかつまみ細工作ったら必ずビーズをのせるみたいな、ね、中心にビーズつけなきゃみたいな感じのあるかもしれないんですけど、実は私あんまりね、こだわってなくて、真ん中ぴったりくっつけて隙間さえ空いてなければいらない場合って多いんですよ。逆にね、そこになんかつけちゃうがために妙にギラギラしすぎて品がなくなるっていうかね、そういうこともあるので、あまりなんかね、中心に何かつけなきゃっていう風に考えなくても大丈夫っていうか、私があんまりそういうのを考えてないだけかもしれないんですけど、だってお花ってそんな中心ギラギラ光ってないしねって思っちゃうんですよね。なんかそのお花を自然に表現するだけでいいんだったら、別になんかね、そんなにギラギラじゃなくてもいいんじゃないっていう感じがします。なのでこういう状態になってたら、ちょっとこのワイヤーのグリーンが見えるだけでも花芯みたいに見えて、これだけでも良かったりするんですよね。ね。ダメかな。私はなんかこれでもいいかなって思っちゃうくらい、なんかあんまりそういうのをつけない方がいいかなっていう風に表現することもあります。さあもうちょっとだ。頑張って作るぞ。今何と戦っているかというと、眠気です。夜中の3時ならそんなに眠くないんですけど、夕方の3時ってなんでこんなに眠くなるんだろうね。この光のせいだよね、絶対。夜中の3時は結構私元気なんだけどな。ダメだ。これが終わったらなんか、あ、そっか。そのためにコーヒー飲めばいいんだね。眠くなってきちゃうぞ。あ、なんか変なとこつけちゃった。この歯切れの半端ちゃんたちはちょっと残しておこうかな。後で何かに使えるかもしれないし、また何かあった時にちょっとね、ちょっとなんかつける時に良かったりもするので、なるべく残さないようには使いたいんですけど、基本的にはね。あ、でも1色だけ残っちゃうのはかわいい。1個だけ残るのはかわいそうだから、これだけつけてやるか。どこに入れよう。ギュッ、無理やり入れた。よし。お花を作れる時間って大事だね。なんか
世の中のことだけじゃなくて、自分が自分自身になれる平和な時間って大事だよねって思ったよ。はい、お花できた。見てみて、こんなにたくさんのカメラに入りきらんかも。ちょっとこんなにたくさんのお花ができました。今ワイヤーギュッてやったらこれね、ワイヤー歪んじゃうので、このまま乾かします。乾かしたらね、これでおリボン作っていきます。おリボンって髪飾り作っていきますので、よかったらぜひそれを見てください。こんなにね、可愛い春のお花で、春らしい髪飾り作っていきますのでね、よかったら一緒に作ってみましょう。この方法で髪飾り作ると、裏、この間はね、少し大きめのリボン台で作りました。あれだと完全に裏汚くても隠れるんですけど、今日のこの作り方はね、リボン台からちょっとつまみがはみ出ても裏が綺麗に見えてるので、もっとねリボンの台を小さくした感じで作ることができるので、よかったらぜひそっちも見てください。では本日はここで終わりです。本日も最後までご視聴していただき、なんか裏返ったままでひどいねちょっとひどすぎるエンディングだねごめんなさいちょっとダメだこりゃこんなんでいつもごめんなさい。本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。次回はこれを髪飾りにするので、よかったら見てね。じゃあね、バイバーイ。